現場ボーン。前回は洪水を連発させながらも、山城と無色の楽園の遊園地を完成させた我が町。ビーバー1000匹目指してさらなる町づくりに励みましょ。それでは早速ザンダムの山の周りに掘った用水路に、水を引きます。はっはー。これで山の周りが緑地化できるな。じわじわ緑になってくのがいい感じ。用水路の最後は左遷現場の貯水槽に流れる感じになってるんだな。緑地化に使う水も無駄にならないように、一応配慮しております。左遷現場近くの島がいい感じに伐採終わってたので、今回はここに新しい町を作ろうかな。他の町のビーバー暇させるのもあれだし、同時進行で微調整なりするのもいいかもだな。あいよ。まずは用水路作って元々あった池に水溜めましょ。ポンプとかも作っとくのな。一応左遷現場からギリ行動できる範囲なので、ここに新しい地区の中心作る前にがっつり作るつもり。インフラ整備されてから引っ越した方が楽だもんな。ザンダムの山は景観が微妙だったので、もうちょっと爆破して低くします。やりすぎてそのうち更地になるんじゃねえのか？やらないよ、多分かよ。前回水没しまくってた山城裏の町に堤防を建設。これで大穴ダムの排水が右側に流れ、そのままマップ端で放水されるので溢れずいい感じになります。大穴ダムの水ザンダム側に流すと排水が間に合わず、下流が溢れちまってたんだよな。山城の農地拡張も順調に進んでおります。葉っぱで開拓したところに立派なジャガイモ畑ができたな。食料に余裕ありそうなので、適当に繁殖ポットでビーバー培養を。新たな命。ニューフォーリンラブの培養ポットもオンにして、ビーバー増やしちゃいましょ。目指せ1000匹。ザンダム山の裏の町も周囲に水が流れることで緑地化できたので、予定では潰すつもりだったけど、ここにもちゃんとビーバーが住める町を作りましょ。緑地化されてるならすぐ町作れるもんな。そんなわけで植林してたメープルを片付けて農場をドーン。そこそこ広い農地あるし、それなりのビーバーの数が養えそうだな。とりあえず人参とジャガイモをこさえましょ。これだけあれば余裕で自立できるな。と、思ったら干ばつでカッサカサに。おい。山城のお堀が近いので繋げてため池でも作って対策しますです。だな。干ばつ中は町の横の川の水も一部干上がってるので、水門作って干ばつ中も干上がらないようにします。まあ水門はいっぱい並んでるだけでもなんかかっこいいから、景観的にもいいかもな。そして久々に大爆風を確認してたら、いつの間にか創育風への賛美が完成してました。資材めっちゃ使うのに割とあっさり完成したんだぜ。でもまだ動力は繋いでないので、そっちも用意しなきゃかな。だいぶ大きくなったけどまた空き空間あるし、もうちょっとこの町も手を入れましょ。とりあえず創育風への賛美の動力にエンジンを3機作ります。高い位置にあるので、途中にテラスハウスを挟んで動力を上に伝えております。シャフトだけで上に動力伝えようとしたら、シャフトやら足場でいっぱいになっちゃうもんな。まああれはあれでかっこいいかも。シャフトって動くからメカっぽくていいよな。ですです。しかしこのエンジン木材いっぱい使うので、在庫足らなそうだったら止めるかも。おい。はっはー。こっちの山も順調に削れてきたな。あれ？左遷現場横の島の用水路に水入れようとしたら、なんか横から溢れてる？上からは溢れてないから漏れてるって感じか？ここ堤防じゃなくて足場のままだったうわ、地味にわかりにくいミスをしおってからに。早く埋めないと左遷現場が水没しちゃう。安定のやらかし緊急事態だビーバーたちよ。24時間体制で、被害現場を建設するのだ鬼かよ。無事水浸しになりました。全然無事じゃねえよ。ま、ポンプで吸い出しましょ。やらかし慣れて復旧にも慣れちまったな。山の上には祠を建設して、雰囲気作りに用水路と放水場を作りましょ。めっちゃ利便性悪そう。まあ特に急ぐ理由もないし、作りたいもの作ってくスタンスでございます。ザンダムもなんだかんだで愛着湧いてきたので、ここもビーバーがそこそこ住める町に改造するつもり。廃村予定だったここもちゃんと町にするのか。そんなわけで無駄に橋作ったり家建てて、農場なんかもちょびっと作ってみました。完成が楽しみだな。ニューフォーリンラブではビーバー増加に伴い、ホームレスが出てきたので家を増築。培養ポット起動したし着実に増えてるな。左遷現場横の島の用水路にやっと水が流せました。地味に手こずったのに夜で見にくくて残念。でもこれで緑地化できたし、がっつり工事ができますです。だな。
府の端っこの丘がなんか寂しい感じだったので、城壁で囲って適当に宮殿建てますです。大幕府が背景になるからかっこよさそうだな。山城裏の町の堤防の裏を爆破して溝を掘って、干ばつ中も干からびない用水路を作っております。思った以上に大規模工事になっちゃったな。でもなんか排水がいい感じになったので、ダムも建設して少し水位も調整できるかも。まあ垂れ流しで捨てるよりかは有効活用できそうだな。山城の方は気に入らないところを、ちょいちょい修正しております。大規模工事が終わって、デコったり細かいところの修正に手が出せるようになったな。左遷現場横の島の用水路も特に問題なさそうなので、ここらでがっつり建築始めましょ。お、一気に開発する感じか。どんな街になるか楽しみだぜ。設計は、こんな感じになりそうろ。お、がっつりだな。グリルや粉引き所もあるしそのうちのうちも広がりそうだな。最近は3倍速だとカクつくので、一気に設計して放置が楽ちんです操作できないってレベルじゃないけど結構カクついてるな。まあ現状食料も水も余裕だし、繁殖ポット増やすだけで目標の1000匹はクリアできそうかな。でも開発したい土地いっぱいあるし、適当にまったり開発しますです。だな。いのちの水。一応町はある程度完成してきたけど、用水路が枯れちゃってカッサカサに。曜日調整だな。はっはー。困った時は爆破で解決。今回の爆破でピンチの時も、ちょっとした水たまりになるようにしました。取水口に水門を設置して、水位を調整できるようにもしたので多分大丈夫。湖と水路の水位を同じにするのが手っ取り早いんじゃないのか？爆破がめんどい。おい。池の周りに人参畑を作ります。この町も隙間がだんだんなくなってきたな。左遷現場の農地の収穫が滞ってたので、追加で農場を設置します。そういやそこの城壁作ったところも、そのうち開発しなきゃだよな。金属スクラップも結構回収できたし、次回あたり着手しようかな。こっちは用水路に水が来たのでさらに農地拡大、思ったよりも広くなったので農場も追加。てか置くところなくて水路の上に無理くり立ててんじゃねえよ。てへー。そういえば祠作ってなかったので、祠も作りましょ。施設一通り揃ってるし住みやすそうな町になったな。そんな住みやすそうな町に地区の中心を設置、町の名前は、書林ビーバー町。もうちょっとなんとかならんかったのか？だってこの町さほど特徴ありませんし。しかも夜で見にきいな。それはごめんちゃい。まあそこそこビーバーを養えると思うので、ここにも繁殖ポットを設置しますです。ただいまビーバー数777でございます。お、ラッキーセブンだな。ビーバー。フィーバー。微妙に緑地化できてない部分は、爆破で解決。はっはー。綺麗に吹き飛んで見事緑地化に成功だな。そしてここはジャガイモ畑を作りましょ。庶民ビーバー町、これにて完成だな。凝った作りじゃないからあっさり完成したけど、一応それっぽい街にはなったかな？周りの景色には馴染んでそうだな。じゃ、次はザンダムの祠の緑地化しちゃいますか。ここは水引けないから放水場が大活躍だな。配給拠点のルートの見直しをしたついでに、ここの配給拠点を削除。微妙にダサいし作り直ししろ。そんなわけでザンダムの配給も減ったので、ジャガイモ畑をちょっとだけ作りましょ。そしたら椅子にめり込むイリュージョンしてるビーバーを発見。めり込んでても無事脱出。ザンダムもビーバー数増やしたいので家を追加。あ、ここ屋根つけるのめっちゃめんどい。謎のこだわり。山の緑地化は微妙にできてないので、もうちょっと水路伸ばします。険しい山だから工事が大変だな。大爆風ではホームレスが発生してたので、タワマンの裏に家を増築。屋上テラスもついてちょっとゴージャスだな。ついでだったので他の工場跡地にも、適当に宮殿っぽいの建てときますです。ついでで作れるお手軽宮殿。じゃ、こんな感じで開発したところで最後に街を見てきましょう。山城裏のダム建設用の街は、適当に回収して微妙な街になりました。微妙な街とか言ってやるなよ。住んでるビーバーがかわいそうじゃねえか。てへー。でもローアングルだと大爆風と大穴ダムが見えるので、景色はそこまで悪くないかな？だな。ニューフォーリンラブではいい感じの隙間に新たに家を建設。屋根つけたなら足場ちゃんと撤去しとけよ。後でやっ
ときます。そして今回頑張った庶民ビーバー町。ちょっとだけカッサカサになっちゃってるな。用水路ちょいいじったけどまだ足りてなかった様子。次回再調整だな。めんどい。こら。まだ工事途中だけどザンダムの祠。ちょっと聖地っぽくていいな。確かに聖地って無駄に難所にありそうなイメージあるかも。あと山城もしれっと水入れたけど、こっちも完成は次回かな？大幕府は宮殿の完成待ち。結構賑やかな街になったな。じゃ、こんなところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。励みになります。最近は AOE で戦い続きの心がビーバーで癒されたよ。って方もチャンネル登録してくれてもいいんだぜ。では、またお会いできることを願って。またねー。